なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読。チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者。第3章、勇者学院編。第89話、アノス藩出陣。第90話、1088の結界。朗読を始めます。魔王学院の不適合者。第89話、アノス藩出陣。悠然と足を踏み出し、勇者学院の連中のもとへ向かう。一位剣シグシェスタを携えたレイが俺の横に並び、サーシャは、不死鳥の包囲をまとい、その反対側に来た。隣に無言でミーシャが並ぶ。ミサがファンユニオンの8人を連れてくる。問題ないかと視線で訴えてきたので、うなずいてやった。これで合計13人。学院別対抗試験に参加する人数を満たしている。はいね。一仕事を終えたと言った風に、彼は湖のほとりで岩に腰掛け、無邪気な笑みを携えている。やあ、お兄さん。あの先輩、ずいぶん弱かったけど、あれで3回生だなんて、魔族って言っても大したことないんだね。挑発するようにハイネが笑う。本物の勇者カノンならば、結界など使うまでもなかっただろうな。気分よく笑っていたハイネの表情がわずかに歪む。何が言いたいのさ？どこまで行っても、お前はまがいものに過ぎぬということだ。勇者とは、力と勇気を兼ね備えたもののことだ。対戦の最中、魔族にさえ慈悲を与え、人として常に葛藤し続けることができたあの男と、お前は似ても似つかぬ。へえ、僕が勇者じゃないって、知った風なことを言うけどさ。吐き捨てるようにハイネが言う。お兄さんに人間の何がわかるのさ。転生者なんだっけ？勇者には会ったことあるかもしれないけどさ。僕たちには今の彼の声がずっと聞こえてるんだよ。ふむ。興味深いことを言う。叩きの飯タ語に詳しく聞かせてもらうとしよう。それで、今度はお兄さんが遊んでくれるの？ああ、全力でかかってこい。貴様らのつまらんプライドごとまとめて、軽くひねりつぶしてやろう。ハイネの後ろにいたレドリアーノがメガネを人差し指で押さえる。ラオスが立ち上がってボキボキと指を鳴らす。ジェルガカノンの連中は全員やる気の表情だ。盛り上がっているところすまないが、君たちの相手はジェルガカノンではない。そう言いながら、ディエゴがやってきた。そもそも、今やれば、ジェルガカノンは連戦になる。疲弊しているところなら勝てると思ったのかもしれないが、あまりに卑怯ではないかな。ああ、それとも、魔王学院ではそういう教育を受けているのか？あざけるようにディエゴが言ってくる。悪いがここは勇者学院だ。今回の学院交流ではそういう手口は慎んでもらうことになる。どうやら一番調子に乗っているのはこいつのようだな。ジェルガカノンとの学院別対抗試験はまた後日、と言いたいところだが、君たちの雪辱を果たしたいという気持ちはわからないでもない。まずはうちの3回生と戦った後で、ということなら条件は五分だが、どうかな？なるほど。俺たちの手の内を暴きつつも、ジェルガカノンに休息を取らせたいわけか。勇者学院の3回生と戦った後では、こちらの方が連戦になることだしな。時間がないなどと理由をつけて、すぐに試験を開始する腹積もりか？つまらん小細工を浪するものだ。構わん。ならば、そっちの方の雑魚からかかってこい。にやりとディエゴが笑う。うまくいったと言わんばかりだ。聖水の結界は転生者でなくとも使えるのだろうな。俺たちの力を削るだけ削り、ジェルガカノンにとどめを刺させるつもりだろう。では、すぐに始めよう。陣地はどちらに？水中都市の方をくれてやる。キビスを返し、俺たちは湖へ向かった。ああ、最初に言っておくけど、僕は、水中活動ここの魔法を使えないからね。爽やかな笑みでレイは言った。どうするつもりよ？完全に水中戦よ。サーシャは驚いたように言葉を発する。大丈夫。息は長く止められる方なんだ。はあ。他に使えない人？ミーシャが軽く手を挙げ、申し出るように促した。気まずそうにファンユニオンの8人が手を挙げる。いくら数合わせでも放っておいたら死ぬんじゃちょっとね。湖に浮かんでてもらうんじゃダメかしら？私がサポートする？ミーシャが水中活動ここを使ってやれば、ファンユニオンの8人もなんとか水中で活動できるだろう。
でも、それだとミーシャの負担が大きすぎるわ。あれこれ考えずとも問題ないぞ。俺は、水中活動ここを使い湖の中へ潜っていく。フレスで水中を飛ぶようにして、陣地である洞窟付近へ向かった。ちょっと、そんないい加減でいいの？すぐにサーシャたちが追いかけてくる。俺たちが陣地に到着すると、リークスでディエゴの声が聞こえてきた。両軍、準備はいいか？ではこれより、魔王学院1回生と勇者学院3回生の学院別対抗試験を始める。祖先の名誉と誇りを汚さぬよう、正々堂々と戦え。ディエゴが試験開始の合図を告げた。まずは、向こうの聖水の結界を何とかしないとね。あれがあるんじゃ、魔族の力は半減するわ。勇者学院の交渉を奪う？ミーシャとサーシャが俺を見る。聖水の結界が成立するのは、交渉の魔法具の力により、湖の水流を制御し、湧き出る聖水を自在に移動させることができるからだ。それによって魔法の術式を成立させている。なら、その水流を止めてやればいい。でも、どうやってですか？ミサが尋ねる。簡単なことだ。俺は手を目の前にかざし、魔法陣を一問描く。それはみるみる拡大していき、激しく魔力の粒子を立ち上らせた。え？何度も俺の魔法を見ているはずのサーシャが驚いたように声を漏らした。ちょっと、待ってよ、何？この尋常じゃない魔力？こんなの自習の時だって？歴史の授業で習っただろう。サーシャ、2000年前、暴虐の魔王がディルヘイド全土を焼いた魔法の名を。サーシャは驚愕したようにつぶやく。もしかして、今まで本気じゃなかったの？当たり前だ。抑えなくては国が滅びる。だが、魔族の力を抑える結界があるのなら、ちょうどいいだろう。黒い太陽が魔法陣の宝刀から出現する。まあ、それでも全力というわけにはいかぬがな。滅びよ、人間ども。魔王の力を思い知るがいい。漆黒の太陽から発せられた暗い光が水底を覆い尽くした。水という水が、聖水という聖水が、俺が放ったジオグレイズによって、瞬く間に蒸発していく。まるで夜が来たかのような暗闇の中、聖なる湖は黒き太陽に焼かれ続けた。もう息を止める必要はないぞ、レイ。やがて暗黒に光が差し込み、すっと晴れる。生命湖の水は残らず干上がり、かつて水中都市だった場所には勇者学院の生徒たちが身を横たえていた。水が空っぽになれば、水流を操ろうと無駄だ。いくら聖水が湧き出てきても、結界の魔法陣を描くことはできまい。湖のほとりに遠見の魔眼を向けると、ディエゴがわなわなと震えていた。バカな、生命湖の水が、神々がもたらした聖なる水が、干上がったというのか、それも、ただの一度の魔法で。彼は空っぽになった生命湖に驚愕の視線を注いでいる。ひれ伏した3回生の生徒で動こうとする者は一人もいない。すでに戦闘の続行は不可能だろう。俺は倒れている奴らを魔法で浮かせ、湖のほとりへ上げてやった。梅雨払いの一発で勝負がついたか。これで3回生とは、勇者と言っても大したこともないようだな。ジェルがカノンへ向け、そう、リークスを飛ばしてやる。湖のほとりでハイネ、ラオス、レドリアーノは険しい表情を浮かべていた。なんだよ、そりゃ、魔法一発で結界ごと湖の水を全部蒸発させたってのか、あの野郎、マジモンの化け物じゃねえか、魔王じゃなくて、ただの転生者でこのレベルなのかよ。どうやら、向こうの3回生とは明らかに格が違うようですね。我らの祖先がこんな連中を相手にしていたとは、よくまあ今日まで人間が生き延びたものです。でもさ、強ければ強いほど、それを屈服させた時が、気持ちいいよね。結界に封じ込めちゃえば、なんとかなるんじゃない？ 3 人はそんな風に言葉を漏らす。何をごちゃごちゃとくっちゃべっている？次は貴様らの番だ。さっさと降りてこい。第90話、1088の結界。レドリアあのたちが、干上がった湖へ向かう。おい、お前ら。未だ驚きの色を隠せない様子のディエゴが、かろうじて声を絞り出す。大丈夫ですよ。ディエゴ先生、あれを使います。レドリアーノが言う。待て、勝手な真似は許さんぞ。あそこまでバカにされて、
黙ってられないっしょ。ラオスが指をポキポキと鳴らす。そこで見ててよ。あいつをコテンパンにしてくるからさ。ハイネが飛び降りると、レドリアラオスがそれに続く。黄色の制服をまとったジェルガカノンたち全員が湖の底に着地した。待たんか。俺は許可していないぞ。勝手に学院別対抗試験を始めていいと思っているのか。それではただいまより、勇者学院選抜クラス、ジェルガカノン、対魔王学院1回生クラス、アノスハンによる、学院別対抗試験を始めます。ディエゴの代わりに、リークス、で開始の合図を飛ばしてきたのは、メノウだ。祖先の名誉と誇りを汚さぬよう、正々堂々と戦ってください。メノウ先生、勝手な真似は慎んでいただきたい。あら、先ほどご自身で3回生の後にジェルガカノンと対抗試験をするとおっしゃったでしょ？それとも、負けるのが怖いからやめておくってことかしら？そういうことではなく、湖の結界がなくなった以上、ガイラディ手に被害が及ぶことも考えられる。ディエゴのセリフの途中で、俺は干上がった湖の蓋をするように大規模な半魔法と魔法障壁を展開した。さっきよりも安全にしてやったぞ。そう、リークスを送ってやる。半魔法を展開しながら戦うのは、うちの生徒の方が不利だと思うけど、これだけハンデを上げても、まだ逃げるのかしら？いまいましそうにディエゴがメノウを睨む。好きにしろ。ディエゴは吐き捨てるように言い、今度はジェルガカノンへ、リークスを送る。おい、レドリア目的は分かってるだろうな。やるからには手段を選ぶな。絶対に勝て。二度と舐めた口の危険体にしてやれ。いいな。承知しました。リークスが切断される。さて、俺は再び魔法陣を一問展開する。私の分を残しておきなさいって言ったでしょ。サーシャが隣でぼやく。それはあいつらに言ってほしいものだな。先ほどと同じ規模のジオグレイズを放つ。巨大な漆黒の太陽が発射され、水中都市を焼き尽くさんばかりに降り注いだ。デイジェリア。突如、水中都市の東西南北に出現したのは巨大な4つの魔法陣。それぞれが、水、火、土、風で作られたものである。4つの魔法陣が半魔法となり、それぞれの魔法陣の効果を相乗的に増幅している。ジオグレイズはその力の前に威力を減衰し、食い止められている。バチバチと黒き太陽と結界が衝突する音が鳴り響き、その余波で暴風が吹き荒れる。瞬間、人影が跳躍し、光が走った。漆黒の太陽が2つに割れる。輝く光に照らされ、それはスーッと消滅していく。ジオグレイズを切り裂いた人影が着地する。遠見のマガンが捉えたのは、一人の少女。紫の髪を後ろでまとめ、手には輝く光の聖剣を携えている。結界の力で、ジオグレイズの威力を減衰させたとはいえ、もたやすく切り裂くとはな。そういえば、勇者学院の序列1位にはまだ出会っていないな。順当ならジェルガカノンにいるだろうが、あの少女がそうか？なかなか面白そうだ。で、どうするの？もっと強力な、ジオグレイズ、でぶっ飛ばす？サーシャがじとうと睨んでくる。そうしてやってもいいが、これ以上威力を上げると加減ができんな。根源もろとも吹き飛ばしてしまうかもしれぬ。戦争ではないのだ。学院別対抗試験でそこまでするわけにはいかないだろう。乗り込むぞ。ゆるりと足を踏み出し、水中都市に向かい歩いていく。魔王城は建てない？ミーシャが言う。見たところ、水中都市に張り巡らせた結界は範囲が狭いわけ。強力だ。4つの異なる属性の結界を多重に展開することで、魔を封じる力を高めているのだろう。俺の、ジオグレイズ、がある以上、あそこからそうそう出ては来ないはずだ。魔王城を立てて待ち構えても膠着状態に陥るだけで埒が明かぬだろう。でも、あの中で戦うのは不利よね。多分、リーベスト班と同じ目に遭うわ。術者を無力化すれば、結界は消えるんじゃないかな。爽やかな微笑みを浮かべながら、レイが言った。多分、カノンの転生者だっていう彼らが術者だと思うけど。でも、術者は中にいるでしょうから、どのみちあの結界の内側で戦わなきゃいけませんよね。ミサが真剣な表情で言う。
ファンユニオンの少女たちがうなずく。水中都市の中心に魔王城を建てる？ミーシャが提案する。魔王城の地形効果で水中都市の結界の効果を相殺する。水中都市全域に及ぶ魔王城を作れば、術者次第ではあるが、結界の効果を相殺できるだろう。魔力によっては、こちらが有利な状況にも持っていける。でも、そんな地形効果に特化した魔王城を建てるのって時間がかかるんじゃない？結界の中で魔法を使うことになるわけだし。コクリとミーシャはうなずく。3分で作る。なら、それで行くか。3分の間、ミーシャと魔王城は俺が守る。他の者は結界の外側で待機。魔王城が立ったら、サーシャ、レイは中に入って結界を張っている術者を倒せ。ミサたちは残りの雑魚を片付けろ。了解。わかったわ。レイとサーシャが言う。アノス様に恥をかかせられないし、ちゃんとタイミングを見計らなきゃ。ファンユニオンのエレンが深刻そうな顔で拳を握る。大丈夫ですよ。そんなに緊張しなくても、魔王城が立ったのは一目でわかりますから。ミサがそう言うと、そうじゃなくて、応援歌のタイミング。あはは、歌わない方がいいと思いますよ。レイたちはともかく、いきなりでファンユニオンは気遅れするかと思ったが、いつもの調子とはな。なかなかどうして、肝が据わっている。機会が来れば、存分に歌え。お前たちはお前たちの流儀で敵の心をへし折ってやれ。はい。がぜんやる気を出したように、エレンたちはうなずいた。なら、先に行くぞ。ミーシャに手を伸ばすと、彼女の指先が俺に触れる。遠見のマガンで目的地である水中都市の中心に視線をやった。ガトム、お使い、俺たちは手にした。風景が一瞬真っ白に染まり、やってきたのは広場である。ここなら魔王城を建てるのに申し分ないだろう。結界の影響は感じるが、まあ別段問題あるまい。アイビス。ミーシャは祈るように左手を握る。薬指の、ハスハ氷の指輪から氷の結晶がいくつも現れたかと思うと、それらが魔法陣を構築し、キラキラと輝き始めた。氷の城と町。広場に氷の結晶が広がる。凍りついた地面が天に伸びるようにして氷の魔王城が形成された。だが、まだ未完成だ。なおも、アイビスの魔法は止まらず、氷の結晶は数を増し、水中都市の地面という地面を覆い尽くしていく。へえ、デイジェリアの影響下でそんなに大規模な魔法が使えるんだ。広場に姿を現したのはハイネだ。しかし、まだ未完成のようですね。続いてレドリアーノがやってくる。なもん、俺たちの陣地にムザムザと立てさせると思ってんのか？ラオスが姿を現す。そして、最後、無言で俺の前に立ったのは光の聖剣を携えた、先ほどの少女だ。デイジェリア、とやらがあったとはいえ、俺の、ジオグレイズを完全に消滅させるとは見事だ。お前の名を聞いておこうか。俺がそう口にするも、少女は何も答えない。失礼。彼女は喋れませんので、代わりに私が答えましょう。勇者学院序列1位。選抜クラス、ジェルガカノン、所属、勇者カノンの第4根源の転生者、西風の再臨騎士ゼシア、カノン、イジェイシカ。序列1位。こいつが4人目の転生者か。エレオノールが4人と言っていたのは、教師を除いての話というわけだ。しかし、我ながら珍しい。こいつの根源は深淵が除けぬな。なかなか良い聖剣を持っているな。名は何という？光の聖剣エンハーレです。すべての魔を拒絶し、無にキス剣の前には、その剣手掛けの魔王城など一刀両断してしまうことでしょう。カノンかどうか確かめたかったが、まずはあの聖剣をどうにかしなければならぬようだな。俺の魔眼をその光でくらましている。ねえ、レドリアーノ、おしゃべりはもういいからさ。ハイネが手をかざす。そこに魔法陣が浮かび上がった。魔王城ができる前に、片付けちゃおうよ。レドリアーノ、ラオス、ゼシアが同じく魔法陣を展開する。四属結界鎖で、イゼード。四方から治水化風の魔法陣がミーシャが作りかけの魔王城をめがけて飛んでいく。俺を片付けるのではないのか。半魔法を展開し、四属結界鎖で、イゼードを阻む。その瞬間だ。
魔法陣は砕け散り、俺の両手両足に魔法の鎖が結ばれていた。それぞれ、地、水、火、風の属性を持った鎖である。ふむ。どうやら、デイジェリアは聖樹魔法の効果もあるようだな。勇者どもの使う聖なる呪いだ。デイジェリアの内部ではその呪いにより、こちら側に不利な事象を起こさせる。例えば、魔法を半魔法で防ぐのをきっかけに呪いが発動し、このように魔法の鎖で繋がれてしまうなどだ。強がるのはそこまでだよ。お兄さん、四属結界鎖で、イジェードに繋がれて、お兄さんの力も魔力も十分の1以下になっているからね。ハイネはその手を頭上に掲げる。おいで、僕の聖剣。大聖地剣ゼーレ。手のひらに光が集い、新緑の輝きを放つ聖剣が出現する。ふふふ、命乞いをした方がいいんじゃないかな。助けてくださいってさ。ふむ、命乞いか。いいぞ。そこで頭を下げれば許してやろう。獅子を四属結界鎖でイジェードに繋がれながらも、俺はハイネを見下してやる。あのさ。ハイネが不快そうに表情を歪ませる。そういう冗談は嫌いなんだよね。ハイネが地面を蹴り、みるみる接近してくる。大聖地剣ゼーレを大上段に振りかぶり、思い切り振り下ろす。聖なる魔法斬撃が俺に直撃し、光の粒があたりに拡散するように弾け飛んだ。ふふふ、あははは。どうだい？実力も出せずにやられる気分は？なんて、もう聞こえてないか。なかなか良い剣だ。魔を封じる、四属結界鎖で、イジェード、も、聖剣なら切るのはたやすいというわけだ。聖剣の斬撃を利用して、魔法の鎖を断ち切った。あたりを覆っていた光の粒が完全に消え、俺の姿が見えるようになる。俺が無傷なことに彼らは唖然とするばかりだ。せっかく敵を捕らえたのなら、もうちょっと攻撃手段を考えることだ。うるさいな。だったら、切れるまでやるまでだよ。レドリアラウス、ゼシア。わかっておりますよ。再び4人は、それぞれ、治水化風の魔法陣を展開し、魔王城へ射出した。ほら、半魔法で防ぎなよ。魔王城をやられるわけにはいかないでしょ。ふむ。そうだな。俺は半魔法を展開し、その魔法陣を阻む。ほら、じゃ、次は今よりももっと強い魔法斬撃で、な。ハイネが言葉を失う。俺の獅子は鎖に繋がれていない。半魔法で防ぐことによって発動する四属結界鎖で、イジェードが発動しなかったのだ。そんな、なんでこの俺に同じ攻撃が2度通じると思ったか。一歩足を踏み出す。恐れおののくようにハイネは後ずさった。そんな、僕たちの魔法が魔族を倒すために、毎日毎日苦しい思いをして鍛え上げた魔法が、こんなに簡単に破られるなんて。ハイネは芝居がかった様子でがっくりと膝をつき、拳を地面に叩きつける。なんて、言うとでも思った？ふむ、見抜かれていると、これほど恥ずかしい行為もないな。顔を上げ、嘲笑するような表情で彼は大地に魔法陣を展開した。残りの3人も同じように大地に魔法陣を描いている。四属結界折で、イジェンクス。大地が動き、土が盛り上がり、俺の周囲を丸々覆っていく。私どもとて、同じ魔法が何度も通用するとは思っておりませんよ。同じ攻撃が2度通じないとは大した魔眼と分析能力ですが、あなたに我々ジェルガカノンが有する結界魔法の数をお教えして差し上げましょう。大地の檻が俺を完全に囲った。1088個です。はっはっは、あと1087回、いくらおめえでも耐えられたもんじゃねえだろ。勝ち誇ったような声でラオスが言う。その瞬間、大地の檻から黒い雷が溢れた。にバチバチとけたたましい音を立て、漆黒の雷が大地の檻を中心に広がっていく。皆、避け。レドリアが声を上げた瞬間、4人は黒き雷にまとわりつかれ、半魔法を引き裂かれていく。この威力、デイジェリアの影響下で、これほどの大魔法を。ダメだ。チキショー。結界魔法を重ねがけしてるってのに、抑え。切れねえ。なんなんだよ。このバカでけえ魔力派。起源魔法、ジラスドに飲み込まれ、
ハイネ、レドリアーの、ラオス、ゼシアが弾け飛んだ。勘違いしているようだが、大地の檻は黒き雷で風化し、影も形も残らず消えた。同じ攻撃が2度通じないからといって、初見なら必ず効くとは言っていないぞ。次回は、魔王学院の不適合者、第91話、2本の聖剣、第92話、炎の支配者、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。